だからこそ命があって本当に良かったねというものすごく根本的なことを忘れてはいけないと思うんですね。でも大丈夫なんだと。それは凸凹道でも導いてくれる教えがあるからねと、そういったことをこの仏教では言っているわけです。はい、皆様こんにちは。法華経の話第47回です。もうすぐ秋の彼岸となります。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、今年は夏が暑かったですので、この秋のお彼岸が来るのがとても楽しみです。さて、前回は三者家宅の例えの内容についてお話をしました。簡単にその内容を振り返りますと、燃え盛る家の中に取り残された子供たちは、家が燃えていることに気づかず、遊びに夢中になっています。燃え盛る家は私たちが生きている世の中のことを例えています。子供たちは燃え盛るように乱れた社会や世間に気づこうとせず、その日が良ければいいと暮らしているそうです。私たちのことを例えているんですね。子供たちの父である長者は子供たちを救い出そうとしますが、子供たちは言うことをなかなか聞きません。長者は仏様を例えています。仏様は私たちを救おうとするのですが、私たちは仏様の言うことを聞こうとしないんです。そこで長者は子供たちが日頃好きだったと言っていたおもちゃを家の外に用意します。そのおもちゃは陽社、六社、牛社の三社でした。これは仏様が人々の性質にあった、私たちの性質にあった教えを説いてあげたことを例えています。子供たちは喜んで燃え盛る家の中から出てきて、このおもちゃを欲しがります。子供たちに対して長者はそれぞれが欲しがるおもちゃではなく、大白護者を与えます。それぞれが求める教えではなく、真の救済になる法華経を与える。こういう例えでした。この例えを説いたところで、釈尊は舍利弗にまた質問をするわけです。舍利弗よ、そなたはこれをどう思うか。この長者が子供たちに陽社、六社、牛社の三社を与えず、立派な大脈五社を与えたことは嘘をついたことになるだろうか。ならないであろうかと。こういうふうに問うんですね。お経文では、むしろ子もありやいなやとこう書かれています。ここまでが前回お話をした内容でした。さて今回はこの釈尊の問いに対して舍利弗がどのように答えていくかを見ていきたいと思います。舍利弗は次のように答えます。舍利弗の毛作、稲なり、世尊。この長者はただ諸子をして苦難を免れ、その苦名を全うすることを得示しのみにて、これ、古毛にあらず。舍利弗は次のように答えました。世尊よ、とんでもありません。三つの車は子供たちをとりあえず火事から逃れさせるために用いた手段であり、長者の真の目的は子供たちの安全にありましたので、単なる嘘とは異なります。舍利弗は、これ、古毛にあらずと答えるんですね。それは嘘ではありませんよとこう答えるわけです。続けて、舍利弗はこう申し上げるんです。何をもってのゆえに、もし神妙を全うせば、すなわちこれすでに眼光の具を得たるなりと。なぜこれが嘘でないかというふうに言えるかといえば、そのわけは子供たちは命が助かったからこそおもちゃを得ることができたんだというわけですね。長者が子供たちを救い出したこの方法は嘘ではないと。そうやって導き出されたからこそ、その真の教えに近づくこともできるのですから、決して嘘ではないと舍利弗は言うわけですね。そして、世尊、もしこの長者がないし最小の一社を与えざるとも、なお古毛ならずと。世尊よ、もし長者がほんの小さな車さえ与えなかったとしても、それは決して嘘をついたことにはなりませんと、こうあるんですね。そうですよね。そもそも子供たちはあのまま放っておかれると、そのまま焼け死んでしまう可能性だってあったわけです。子供たちは燃え盛る家から抜け出た後、自分たちの家が燃えている様子を見て肝を冷やしたと思いますね。
ですから本来は命が助かったんですから、何かをいただけなかったからって怒るのは間違っています。命があって本当に良かったと思いますね。生きているだけでも良かったと思います。少し余談になりますが、生きているだけでも良かったと思えるということは、これ自体がとても大切なことだと思います。現代は生きているだけで良かったと思えない時代になりましたので、これはある意味辛いことだと思いますね。子供たちは元気で過ごすこと以上のことがいつも求められていますし、大人になっても成長、キャリアなどといって今の自分以上のことが常に求められています。無論人間の可能性を考えれば何かに挑戦していくということは否定することではないと思います。一方でそのような社会の雰囲気に押しつぶされそうになってしまうこともあるのではないかなと思います。例えば何かを学びたいと思っても、これは役に立つのか立たないのかということがとても重要視されてしまって、好奇心や好学心という気持ちで学ぶことができなくなってしまっています。それからやっぱり私たちは持てる以上のものを持たなければいけないと思わされています。究極的には生きていくのに必要なもの以外は本当は追い求めなくても良いはずなのですが、社会はそれを許さないわけですね。なんとか人々に消費をさせて、そして社会全体で経済を回す。そういったあり方が今の現代社会のあり方なんだろうと思います。私たちはそういう社会に生きていますから、そんな社会が嫌だと言ってもなかなかそういう生活から離れることはできません。だからこそ命があって本当に良かったねというものすごく根本的なことを忘れてはいけないと思うんですね。これは以前の動画でもお話ししたかもしれませんが、私が学生時分だった時の出来事です。友人と町の方で待ち合わせをするので、その友人を待っていました。その待ち合わせの場所で友人を待っていると、目の前をですね、大きなヘッドホンをつけた若い男性が歩いていってたんですね。その男性はかなり大きな音で音楽を聴いているようでした。その男性が私から遠ざかっていくように歩いていってた時に、その男性の横に立っていたポールがですね、バンと倒れたんですね。で、その人が通り過ぎた後にそのポールがパンと倒れましたから、当たらなくてよかったと思ったんですけども、その通り過ぎた男性はヘッドホンをつけておりましたから、多分そのポールが倒れたことすら気づかなかったんだと思うんです。もし当たってたらですね、大変なことになってたかもしれないというぐらいの、大きなものでございましたから、これは大変なことだったなということを思ったんですね。私たちはもしかしたら生きてる間にそういった本当はもしかしたら大きな怪我をしていたのではないかとか、もしかしたらあの時危なかったんではないかっていうことをですね、知らず知らずのうちに乗り越えて生きているかもしれないんですね。で、そう考えると一日無事で生きているっていうことだけでも本当はすごいことなはずなわけです。しかしこういったこともやっぱりわからない世の中になってしまったし、逆に言えばそういったことを誰も教えてくれない世の中になってしまったというのは、もしかしたら本当に悲しいことであると、辛いことであるし、もったいない残念なことではないかなというふうに思うんですね。それで堂々巡りのような話になってしまいますが、その命があって本当に良かったねと、現代が命があって本当に良かったと実感していくことが難しい社会になっていますから、本当に辛いことだと思うんです。お寺におりますと、生きているってどれだけ大変でどれだけありがたいことなのかということをよく実感します。そういうことを気づかせていただけるだけでも大変に恵まれていることではないかなというふうに思っています。ということで早速余談が過ぎてしまいましたが、シャリホツは命が助かっただけでも十分なのだから、そもそもおもちゃがなくたっていいくらいなのに、それよりも素晴らしい最高のものを与えてもらったのだから、それは長者が嘘を言ったということにはなりませんねと、釈尊に申し上げるわけです。つまり釈尊が衆生を導くために仮の教え、方便を説いたことは、これは決して嘘をついたことではないよという、そういう意味になります。このシャリホツの回答を聞いた釈尊は、良いかな良いかな、汝が言うところのごとしと、
素晴らしい素晴らしい、そなたが言う通りであると仰せになられます。ここで、釈尊と舍利仏、つまり、仏と衆生との間での信頼関係が確認されたと言えると思います。仏は衆生を迷いから導くために仮の教えを説いた。衆生はその仮の教えに執着せずに真の教えを信受しますよ。そこに一切の疑念はありませんよと、疑念を持つべきではないですよと、こういったことをこれまでの話の中で舍利仏が代弁をしてくれているわけです。そしてこの言葉を受けて釈尊は三者家宅の例えが何を例えているのかと。今まで私が説明してきたところでございますが、それをお経文の中でもとても細かく説明してくれています。ここではその部分は繰り返しになりますので、省略させていただこうと思います。で、次に今度は下をもって先ほど説いた三者家宅の例えを細かく詳しく説いていくんですね。で、これは前回の最後のあたりでも話しましたが、その詳しさ加減がすごいんですね。例えば、長者の家がボロボロだというところでございますが、お経文にはこうあります。例えば、一軒の大きな邸宅を持つ長者がいたとしよう。その家は長い間に朽ちてすっかり古びてしまい、またあちこち傷んでしまっている。高くそびえ立つ建物は危険で、柱の根が腐り砕け、梁も棟木も傾いて歪み、土台も崩れている。周囲の壁も破れ、塗り壁も剥げ落ちて、屋根に吹いてある苔も汚れ落ち、たるきもひさしも互いに抜け、周りの垣根も折れ曲がっていて、いろいろな汚いものが溢れている。そんな家に500人もの人が住んでいた。ものすごいボロボロで、ものすごい壊れようですね。昔の日本映画で貴族の館などが廃墟になっている、そういうシーンなどが出てきますが、まるでそんなような感じですね。そもそも長者ってとっても裕福だったよなと。なんでこんな家に住んでるんだろうなという、そういうツッコミが入りそうでございますが、これは比喩でございますから、そういった部分は目をつぶっていただかないといけないわけです。続いて、ボロボロの屋敷にありとあらゆる獣たちが住んでいると、そういったこの表現が出てきまして、これもとても詳しく出てくるんですね。はい、ここで漢字の読みクイズです。比喩本にたくさん出てくる獣の漢字をいくつかピックアップしましたので、それをこれから書いていきます。現代の漢字とは違うところがありますが、何と読むかを当ててみてください。まずは、これです。何と読むでしょうか？これは、飛びです。ピーフロロロロって飛ぶ、飛びですね。それから、これは、何と読むでしょうか？これは、カササギですね。それから、これは何と読むでしょうか？これは、マムシです。私はヘビが苦手なので、ちょっと書くのも辛いですね。それから、これは何と読むでしょうか？これは、ムカデです。ムカデは現代だと、こういう百足と書いて書きますが、仏典ではこの字は安手のことを表します。それから、これは何と読むでしょうか？これは、イタチですね。そして、こちらは、ハツカネズミのことを言うそうです。その他にもたくさん出てくるんですが、今回はこれくらいにしておきます。別に覚えるようなことでもありませんが、とにかくいろんなものが先ほどのボロボロの家に住み込んでいるっていうことが出てくるんですね。それからその他にもいろいろな鬼や妖怪のようなものまで住み着いているということが出てきます。これらの表現は読む方が驚くほどに非常にリアルに書かれているんですね。で、なぜこの下ではこの三者家宅の例えのこの家宅がどれほどひどくボロボロであるかっていうことをリアルに詳しく描いたのかと。そういうことが疑問として上がってくるわけですが、それは私たちに現実を直視させるためだというふうに思うわけです。現実の世界というのは確かに美しい、自然などは美しいですが、一方で人間の欲によって非常に様々なものがはびこっているわけですね。
その現実に様々なものがいる、様々なことがあるということをまず意識させるために、こうやって家宅の様子が非常にボロボロである、またいろいろなものが住み着いている、いろいろなものがいるんだっていうことを、その様子として、例えて表していったんではないかなというふうに思うんですね。で、これは別に現実を悲観的に捉えなさいということではありません。こんなにひどい世の中なんだから、もうどうにもならないんだということを言っているわけではないんですね。今、あなたがどういう世界で生きているのかということをしっかり見て感じていなければいけませんよということを、教えてくれているということになります。例えば、目の前に道があって、そこは凸凹道であるとする。現実にその道は凸凹道なんですね。で、その道を、この道はとても美しく平坦である。だから歩きやすいんですよ。どうぞどうぞこの道を歩いてくださいと言っても、それは嘘になってしまいますね。歩かされた方は、まさか凸凹道だとは思いませんから、つまずいたり、こけたり、怪我をしてしまったりするわけです。ですから、この道を歩まなければならない人々にとっては、あなたがこれから進む道は凸凹道ですよと教えてあげることが大事ですね。そして、でも大丈夫なんだと。それは、凸凹道でも導いてくれる教えがあるからねと、そういったことをこの仏教では言っているわけです。もうこの導いてくれる教えを、仏様そのものであったりするわけですね。仏教のこういうところは、実際の問題から目をそらさないという意味で、とてもすごいところだなというふうにいつも感じます。この比喩本では後の方で地獄ということも示されます。地獄と聞けば言葉の強さで恐ろしさを感じるかもしれませんが、その言葉で何を伝えたいのかを十分読み取っていくようにしなければいけません。ただ恐ろしいですよ、ただ怖いものですよと言っているわけではないということですね。この地獄というものを示すことによって私たちがどう生きていくべきか、どうやってこの道を歩んでいくべきかっていうことを考えていけばそれでいいわけです。さて、このように詳しく三者家宅の例えを下で説かれた後、釈尊は重大な宣言をされることになるんですね。それが、今世三界海税がうと、そういうお経文です。私釈尊はこの世界の教家の主でありますよということをはっきりと宣言するんですね。これがどういうことを意味するかなどは次回以降で説明をしていきたいと思います。では本日はこれまでです。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。